マグロを組んでいきたいと思います。おトイレを作っちゃいます。カウンターテーブル。今回もガーデンリメイクということで、東京都千島ですね、小笠原諸島でございます。千島の雰囲気に合わせた形の、それに合った廃材をうまく利用した形で表現できたかなとは思いますけども。ようこそようこそ小笠原、どうもよろしくお願いします。皆さんが憩いの場となれるように、ご連絡をして引き受けてくださいました。そうですね、簡単にしようかなって思って、風景がすごく一つ出てくるというか問題。僕好きなんですよね。ちびってなかなか流れてない。今日からスタートになります。要望を聞きまして、ついでちょっと材料とか集めながら今日から本格的に作業をやっていきます。まず最初に油、結構明るくて、屋根しようかなと思ってるんですけど、なかなかそこまですごい今回厳しいと思うんで、一応油風にしてくるのはあとね、タップからタップですけど、雨と日差しとかそういうのを防ぎますもんね。内側寸法で合わせちゃうか、外に柱を立てるか。ヘルの金具とかも何かしらあるんで、このぐらいで、こっちはこっちでひさしを作るから今からパーグラを組んでいきたいと思います。で、一応材料として枯れ木が皮を剥いてちょっときれいに加工して組み立てていきます。今パーグラの柱を立てたいと思います。で、ここだけ壊さず上をした形で、ここに乗せてアンカーでここで止めしようかな。一番風が強いんで固定するという。柱4点だけとにかくこの2階にボルトナットで固定しちゃいます。
針を両サイド箱型にかけちゃいました。今日の作業2日目。今日はこれ一応あとパーゴラの方は色塗ったりしまってして、私はおトイレを作っちゃいます。ちょうど前の靴がこれはカフ材でやっていこうかなとは思っています。はい。トイレがそう一つネックというか問題。トイレだってこうやって下へいや、というわけであればそうしたので、あれはもう顔が一体にしちゃって。おはようございます。今日で作業3日目。パーゴラに、こういう竹が調達できたんで、竹を全部剥がせます。20センチピッチで、針自体も曲がったり、竹もちょっと曲がりがあったりして、なんか面白い感じになるかなという。それから一班がそれとあとこっちの、おトイレの方が骨組みができたんで、今日はトタンで屋根をとあと抜き板で周りを囲っちゃいます。
光が漏れていいですね。光が取れる。僕がカウンターを作るためにちょっと品物を出し入れのための下地を作ります。こうちょっとこうで販売できるようにそうですよね。したいんですよね。開けると結構開放的で。はい、そうですね。コルタールが相当染み込んでんだ。カウンターテーブル1枚もんで、そうすればここは完成。